なかなか痩せないと悩んでいる女性の 99% は姿勢に問題があります。そのうちの一つが、ぽっこりお腹、浮き輪肉、太ももの前張りを目立たせてしまう反り腰です。反り腰とは言っても原因がたくさんあるので、この動画を最後まで頑張れば、たった1回で反り腰が変わります。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。上向きに寝て膝を曲げた状態で反り腰かどうかチェックしていきます。手のひらを腰の下にこんな感じで入れます。手のひらがすっぽり入ってしまうよという方は、まさに反り腰です。手のひらが入るかどうかちょっと怪しいなぐらいの人は、反り腰予備軍だと思ってください。で、逆に、げんこつがすっぽり腰に入ってしまう方、かなり重度の反り腰です。終わった後に再チェックして変化を見てみましょう。一緒に頑張りましょう。まずは、膝を曲げた状態で、片足ずつぐっと持ち上げます。太ももの前をお腹になるべく近づけるイメージです。しっかり高く上げると腹筋使ってる感覚があると思います。余裕があれば上半身も一緒に起こすとより効果的です。で、急ぐ必要はないのでしっかり腹筋意識しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。もう一度最後に反り腰チェックしますので、最後まで一緒にね、頑張りましょう。一回ちゃんとやれば変化出ます。よし、OK。じゃあ次は両足同時に上げます。前ももをお腹にグッとつける。下ろす。前ももをお腹につける。下ろす。ゆっくりでいいので、なるべく前ももをお腹に近づける。きつい方は手でちょっとこうやってずるしてもいいです。こっちの手はね、スマホ持って空いてる手でずる。頑張って。きつい。しっかりなるべく高く上げる。できたらね、ずるしないで、なるべく前ももをお腹に近づける。よっしゃ。オッケー。そしたら次は右足をしっかり上げて、前ももお腹に近づけて、腹筋使ってる状態でキープです。前ももと股関節、付け根、腹筋に力が入ってると思います。一番使いたいところはこの付け根とお腹です。お腹、力入ってる感じありますか？触って硬くなってれば OK。呼吸は止めないで、足はしっかり高く上げておく。きつかったら、こうやってずるしても OK。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり腹筋意識して。OK。次逆足いきます。左足しっかり上げる。前ももをなるべくお腹に近づける。腹筋硬くなってますか？股関節、付け根も使う感じあったらよりいいです。なるべく前ももお腹に近づける。もっとね、近づいたらいいですけど、僕も硬いので、これで限界です。きつかったら手を使ってずるしても OK。呼吸は止めないで、腹筋しっかり意識して、この動画をね、最後まで頑張ると結構疲れるので、途中サボったりとか、再生速度ね、遅くしたり速くしたり、調整して、完走頑張りましょう。OK。よし、次は休憩ストレッチ。左足を右、こっちにねじります。この腰ねじった状態で大きく深呼吸しましょう。余裕があればこの反対の左肩、床にしっかりつけておきましょう。腰、お尻、背中のあたり伸びてれば OK です。呼吸だけね、しっかり止めないようにして、肩も変な力入りすぎないようにしましょう。よし、OK。これで腰逆にねじります。右足を左、こっちにねじります。これで深呼吸しましょう。よし、もう一回吸って。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。このズボラストレッチは習慣化が目的なので、毎日無理にね、やる必要もないです。週に1回でもいいし、3日に1回でもいいです。皆さんが続きやすいペースで続けましょう。OK。じゃあ次は、膝曲げたまま、膝同士つけて、お尻を持ち上げます。しっかりお尻持ち上げた時に、裏もも、お尻使ってる感覚があれば OK です。膝と膝つけておくことで、内ももも効いてきます。しっかりお尻持ち上げて、裏ももお尻意識して、腰が痛い方、腰が痛くない範囲で OK です。
裏もも、お尻がしっかり意識できてれば、腰に痛みは基本的にないと思います。ラスト1回頑張りましょう。ぐっと持ち上げる。OK。皆さんついてきてますか？次の種目は、膝曲げたまま足を持ち上げて、ちょっとお尻浮かせて、かかとをお尻にタッチするイメージ。パタパターっと動かしましょう。ちゃんとお尻持ち上げておくことで、腰が丸まって腹筋に効きます。呼吸は止めないようにしましょう。さらにね、余裕がある人は、かかとをお尻にタッチするときに、裏もも意識して使えると、より良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。次休憩なので、最後ちょっとだけ頑張りましょう。よっしゃ。OK。じゃあ膝曲げたまま大きく深呼吸しましょう。息吸って限界までお腹膨らませます。ゆっくり口から吐いて、へこませる。吐いて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 。しっかり吐き切って。よし、もう一回吸って。ゆっくり吐いて。しっかり吐き切って。吐き切るとお腹硬くなります。吐いて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 。よし、オッケー。これで、膝曲げたまま足パカしてきます。限界まで開いてしっかり閉じ切る。この時にお尻浮かせておきたいです。お尻を浮かせておくと腰がちょっとね丸まってる状態になるので、反り腰解消にはねすごい効果的です。で、さらに余裕があればしっかり閉じてしっかり開き切る。開き切ってしっかり閉じ切る。内もも意識して、お尻は下げないで、きつかったらお尻の下に手を入れてずるしても OK。きつい、頑張って、呼吸止めないようにしましょう。 OK。 次は右足を左足に乗せます。この状態でお尻を持ち上げる。左の裏ももお尻を使ってます。もしきつかったらさっきみたいに両足でやっても OK。頑張れる人は片足で頑張って。これね、ゆっくりでいいですからね。僕と同じペースじゃなくていいです。もっとゆっくりでいいから、しっかり裏ももお尻意識して頑張りましょう。最後までね、乾燥することで、反り腰の原因すべて解消して、ビフォーアフターのね、変化がわかるようになってます。OK。左足を右足に乗せます。このまま右の裏ももお尻使って持ち上げる。頑張って。きつかったらこうやって肘を床ついて、肘でズルしても OK。頑張って。裏ももお尻使えてますか？きつかったらサボってもいいし、再生速度調整しても OK。自分がね、習慣化しやすい、こう自分のペースでやりやすい感じをね、いろいろ試して探してみましょう。頑張って。しっかり持ち上げて。きつい。あと2回。ラスト1回一緒に頑張って。よし、OK。次もう1回膝曲げたままドローインです。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。お腹を限界まで膨らませる。限界まで膨らんだらゆっくり吐いて。吐いて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 。このね、おへそをへこませるイメージ。おへそへこませるイメージ頑張って吐いて。OK。もう1回吸って。限界まで吸って。ゆっくり吐いて。おへそへこませるイメージで頑張って。吐いて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 。おへそへこませて。OK。次、膝曲げたままぐっとお尻持ち上げる。腹筋使ってる状態でキープです。頑張って。余裕がある人は膝と膝つけておくと内ももも効きます。ただね、あくまで腹筋使うことが目的なので、腹筋使えてるところでキープで OK です。腰が痛かったらお尻の下に手を入れてズルしても OK。呼吸はね、止めないようにしましょう。きつい。この次から横向きになりますよ。スマホを持ったまま右向きに横向きになるので、ちょっと気持ちの準備しておきましょう。OK。じゃあ次、右向きに横向きです。スマホは床に置きましょう。で、こんな感じで両膝曲げます。左足をぐっと上げる。左膝だけですね。こうやって上げるイメージ。お尻の横を使う感覚ありますか？頑張って。お尻の横を使ってしっかり膝と膝離す。 NG パターンはこうやって後ろに倒れちゃうと NG です。
骨盤を固定しておいて、膝だけ離す。お尻の横、しっかり意識して。頑張って。ラスト1回。よっしゃ。オッケー。次は、右足前に出して、左足伸ばします。これで真上にグッと上げます。真上に上げる。頑張って。お尻の横意識して。きつい。しっかり真上に上げて。頑張って頑張って。お尻の横使ってる感覚ありますか？もちろんサボってもいいですけど。最後までね、この動画完走できるようにしましょう。再生速度調整しても OK です。ラスト1回。OK。じゃあ次は、この左股関節を大きく内回ししていきます。内回しです。呼吸は止めないようにしましょう。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？しっかり内回ししましょう。なるべくゆっくり大きく、普段動かさない範囲で動かすことがポイントです。きつかったら再生速度調整したり、動画を途中で止めて休憩したり、最後の10秒サボったり、自分のね、やりやすいペース探してみましょう。OK。じゃあ次、左足を前、こんな感じですね。で、この状態で右足を上げる。右の内ももを使う感覚ありますか？内もも意識して、頑張って。呼吸は止めないで。感覚わからなかったら、こうやって内もも手で触って、あ、動いてるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK。きつかったら10秒サボりましょう。最後までね、乾燥することで、反り腰の原因が解消できますからね。一緒に頑張りましょう。OK。次は、下半身楽な状態で、左手、真上に上げて、内外にねじります。二の腕です。皆さんね、二の腕気になると思うので、こっそりちょっと間におまけで一種目だけ挟ませてもらいました。多分ね、なかなか二の腕が気にならないっていう方いらっしゃらないと思うので、こういった間にね、二の腕とか肩周り挟むことで、一個の動画でできる限り前進できるようにしていきたいと思ってます。呼吸止めないようにして、しっかり大きくねじる。ねじる。OK。そしたら次、右足前に出して、左足をつま先ぐっと上向ける。つま先真上向ける。このお尻の横使うイメージ。きつい。しっかり真上向ける。呼吸止めないようにして、お尻の横意識して、真上向ける。きつい。皆さんついてきてますか？きつかったらサボったり、再生速度調整してくださいね。しっかり真上向ける。頑張って。つま先真上向けて。頑張って頑張って。きつい。わーし、オッケー。そしたら次、両膝曲げておいて、左手は後頭部へ。で、左肘を床にグッとつけるイメージで背中丸めて、逆にゆっくり反らせる。グッと背中丸めて、反らせる。胸を張る。これを繰り返していきましょう。反り腰の方のほとんどは巻き肩なので、しっかり丸めたら、しっかり胸開くことが大切。巻き肩もね、反り腰の原因の一つです。頑張りましょう。きつい。頑張って頑張って。しっかり胸開いて、ラスト1回、丸めて、しっかり開く。OK。そしたら次は、右足前に出して、左手で左足首を掴みます。こんな感じで、左の前ももストレッチしていくんですが、わざと腰をこうやって丸めて猫背を作るイメージ。そうするとさらに前ももが伸びてきます。腹筋に力を入れて、わざと猫背を作りましょう。左足は後ろにグッと引く。きつい。呼吸は止めないようにしましょう。あんまり肩はね、力入りすぎないようにしましょうね。左の前もも伸ばすことが目的です。よし、OK。そしたらこの状態のまま、最後左股関節大きく外回ししていきます。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で外回し。きつい。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で外回しです。で、次の種目から、逆向きになります。
左足下にして横向きになりますよ。スマホ持って寝返り打ちますよ。OK。じゃあ皆さんは寝返り打ちましょう。左足下にして横向きに寝ます。で、両膝を曲げた状態から膝と膝を離す。お尻の横、ここを使うイメージです。呼吸は止めないようにしましょう。お尻の横、ここを使う感覚ありますか？なかったらね、こうやって叩いたりして意識するといいです。頑張って。呼吸は止めない。しっかりお尻意識して。乾燥が大事なので途中でサボるのは OK です。OK。そしたら左足ちょっと前出して右足伸ばします。これで真上に上げる。お尻の横を使うイメージです。頑張って。お尻の横触って、あ、動いてるなーって感覚あれば OK です。しっかり真上に高く上げる。ちょっと最近はですね、皆さんの言葉に甘えてエアコンつけて撮影したんですけど、今日は暑すぎてエアコンつけるともうエアコンのブワーって音が半端ないので、エアコンちょっと切ってね、撮影してるので、ちょっと僕が汗だくでごめんなさい。ここはちょっとご了承くださいませ。ラスト1回。OK。これで右足前に出して左足上げる。左の内もも使ってます。で、逆にね、内もも意識して、逆に皆さんはエアコンつけた部屋でやっていいですからね。エアコンつけた部屋じゃない方が効果的ですかって質問いただいたんですけど、もうダイエット、汗をかくってことに関しては、もちろんその方が効果的なんですけど、マジで熱中症になる可能性もあるので、全然エアコンかけたままで OK です。自分がやりやすい環境をね、自分で作りましょう。OK。そしたら次、左足前に出して、右股関節大きく内回しです。ゆっくり内回し。呼吸は止めないようにしましょう。大きく内回し。なるべく大きく動かしましょう。あんまり体がね、こう後ろに倒れないように、左足はこうやって前にしっかり出しておきましょう。呼吸だけ止めない、普段動かさない範囲で大きく動かしましょう。よし、OK。そしたら次、右手を真上に上げます。このまま内外にねじっていきます。イメージとしては、右手を誰かに引っ張られてるイメージ、向こうに引っ張られてるイメージでやると効果的。で、ゆっくりでいいので、しっかり内外にねじる。呼吸は止めないようにしましょう。猫背、巻き肩の人とかは、これだけでもかなりきついはずです。で、できたらね、こうやって肩がこうやって上がっちゃうと良くないので、肩はあんまり上がらないように意識してやってみましょう。皆さん大丈夫ですかね？ついてきてますか？ OK。これで左足前に出して、右足伸ばして、つま先しっかり真上向ける。真上向ける。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくりでいいので、お尻の横使って真上向ける。きつい。頑張って。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかり真上向ける。頑張って頑張って。呼吸止めないで。これ外ねじりね、結構難しいですよね。反り腰の方、結構内股の方多いので、わざとこうやって外ねじり入れてます。ラスト1回、真上向ける。OK。そしたら頭の後ろで、こうやって手を当てたら、肘を床につけるイメージで背中丸める。ぐっと胸を開く。丸める。胸を開く。呼吸を止めないようにしましょう。しっかり丸めて胸開く。普段動かさない範囲までしっかり胸開きましょう。頑張って頑張って。ラスト1回丸めて開く。 OK。 左足前に出して右手で右足首掴みます。右の前ももストレッチしてます。わざと猫背作ることでより伸びます。腹筋にね力を入れてわざと猫背作りましょう。前もも伸びますか？呼吸は止めないようにしましょう。余裕があれば後ろにぐーっと引きましょう。き
つかったらどんどんサボってくださいね。よし、オッケー。じゃあ横向き最終種目、大きく右股関節外回しです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で動かしましょう。本当に再生速度ね、早めたり遅めたり、自分がね、やりやすい速度探してくださいね。よくね、どの動画やったらいいか、種類が多すぎてわかんないよって方いらっしゃるんですけど、それはね、概要欄のサブチャンネルとか、ズボラストレッチの無料の教科書でね、解説してます。どれが正解ってよりも、僕はこう思いますよって考えをお伝えしてるので、もしね、悩んだら概要欄から見ていただければと思います。よし、うつ伏せになりましょう。スマホ持って、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、上半身楽な状態で、かかと、お尻タッチするイメージで、パタパタ動かしていきましょう。呼吸は止めないようにして、かかとをね、なるべくお尻に近づける。スピードよりもかかとをしっかりお尻に近づけて、この裏ももとお尻の境目あたり、この筋肉を使ってるなーって感覚があるかどうかの方が大切です。呼吸は止めないで、あんまり肩ね、力入れすぎないようにしましょう。上半身楽な状態を自分で探しましょう。呼吸止めないようにして、OK。そしたら右足を左足乗せます。で、左の裏ももお尻使ってしっかり曲げる。左の裏ももお尻使って曲げる。頑張って。余裕があれば右足で左足に負荷かけながら左足持ち上げる。左の裏ももお尻がめちゃめちゃ効いてきます。頑張れる人しっかり右足で左足に負荷かけて、頑張って頑張って、そう頑張って。きつい。最後10秒サボってもいいですからね。頑張って頑張って。きつい。呼吸は絶対止めないで。頑張って。よし、オッケー。次逆側いきます。左足を右足に乗せます。で、このまま右の裏ももお尻使ってしっかり膝曲げる。右の裏ももお尻使って曲げる。頑張って。余裕があれば左足で右足にしっかり負荷かけた状態で曲げる。頑張って呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。右の裏ももお尻使ってる感覚ありますか？あと2回頑張りましょう。ラスト1回。 OK。 じゃあ今までたくさん使った前ももストレッチします。左手で左足首つかみましょう。左の前もものストレッチです。かかとをお尻にぐーっと近づけると左の前ももがより伸びてくると思います。呼吸は止めないようにして、肩変な力入りすぎないようにしましょう。あくまで左の前もも伸ばすことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり呼吸して、きつかったらね、こうやって上半身起こしておいてもいいです。 OK。 逆足いきましょう。右手で右の足首掴みます。右の前ももが伸びてれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。右前もも伸びてますか？なるべくね、かかとをお尻にぐーっと近づけると伸びてきます。まだ余裕だよって人は、つま先をね、こうやって持ってあげるとより伸びます。で、次の種目、四つん這いになりますので、スマホは床に置いたままで大丈夫です。そのままちょっと体を起こして四つん這いになります。OK、四つん這いになりましょう。手は肩の真下につきましょう。こんな感じで四つん這いです。腰をぐっと丸める。おへそを覗き込むイメージ。逆に腰をぐっと反らせる。ちょっと頭を上げる。おへそを覗き込みながら腰を丸める。これを繰り返していきましょう。しっかり丸めて、ゆっくり反らせて、この反り腰の方はね、この背骨周り硬くなっているので、しっかり反らせる、丸める。スピードよりも普段動かさない範囲まで丸めて反らせることが大切です。呼吸止めないようにしましょう。しっかり反らせる、丸める、反らせる。よし、 OK。 じゃあスマホを持って上向きに寝ましょう。最後にもう一回ドローインします。鼻から息吸って、限界までお腹膨らませたらゆっくり吐いて、吐いてお腹硬くしてしっかり吐き切って、 OK。
息もう一回吸って、限界までお腹膨らませて、もう膨らまないってとこまで膨らましたら、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、頑張って吐いて、よし、オッケー。じゃあ最後、反り腰再チェックしてみましょう。膝曲げたまま手を腰の下に入れます。僕は反り腰気味だったんですが、全く腰に手が入んなくなってます。皆さんはどうですか？拳が腰に入ったらやばい。手のひらが入ったら反り腰。手のひらが入んなくなったら良いと思います。皆さんどうでしたでしょうか？コメントで感想を教えてください。ここまでよく頑張りました。お疲れ様でした。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。